実はってあんまり動かない。3つのポイントがあります。顎の下にこう手を置いてみてください。あーと言っても、カーと言っても、ターと言っても、2フレーム全体的に前に。こんにちは、アニメーターの星です。今日も X の DM からアニメーション作品送っていただきましたので、公開レビューをしていこうと思います。今日はなんとリップシンク、そしてその極意を皆さんにシェアしていこうと思います。じゃあ早速アニメーションを再生していこうと思います。Hold on. Yeah? The OSS is looking for me. Look, I'm no longer an agent. I can't help you. Whatever it is, it's your problem. Leave me alone! はい、という感じでございます。今回は、特にこの動画ではリップに関してお伝えしようと思います。それ以外のところについては、直接投稿してくださった方とお話しして、少しそのディスカッションをしたところです。リップに関してなんですが、基本的にタイミングが合ってるし、口の形も工夫が凝らされた跡が見えるので、細かくつけられたんだなっていうのが非常に伝わってくるし、何より喋ってるっていうのが伝わってくるので、目標が達成されているなという感じがします。ただここもうワンレベル上げていこうとすると、さらに細かいところを調整していく必要があります。ここでリップシンクのゴールはどこなのかという目標設定をしなければなりません。ズバリ、音を消してもその声が聞こえてくるかというところです。じゃあそんなリップシンクを作るためには3つのポイントがあります。1つ目は口のふんふんふんが適切かどうか。2つ目はふんふんふんが伝わってくるかどうか。そして3つ目は実はふんふんふんってあんまり動かない。この3つです。で、それぞれに対して説明していこうと思います。まず1つ目、これは口の開け閉めが適切かどうか。私が学生時代にアニトゥーンで小池洋平さんのクラスを取った時に教えていただいたこと、今でも覚えてるんですが、リップシンクを作る時には顎の下にこう手を置いてみてください。で、実際に喋ってみると、この顎の動きをダイレクトにこの手で感じることができます。あれ、思ったより細かくテキパキと顎って動いてるんだなっていうのが伝わってくるかと思います。喋るという動作には必ず口の開閉がそこにあります。で、その口の開閉を目で見て初めてその人が喋ってるんだなって伝わってくるので、アニメーションにおいては現実の世界よりもそれを分かりやすく見せる必要があります。だからこの開け閉めというのはとっても大事で、さらには開け閉めにも大きく2種類あって、顎で口を開け閉めするのか、それともこの唇だけで開け閉めするのか、こういったものもあります。顎は実は開いてるんだけど、唇だけで、口が閉まったように見えるという閉め方があるんですね。例えばマミムメモとか、バビブベボとかパピプペポで、これは顎は完全に閉まってないんだけど、唇によって一回口が閉まって、そこから破裂音だったり、微濁音だったりっていうところにつながってきます。で、今回は英語の発音なんですけども、英語の発音もこういう考え方としては基本的なところは同じです。じゃあまずはその口の開閉を見ていくにあたってですけれども、私が自分自身で頑張って英語の発音をしてみてリファレンス動画を撮ったので、それと見比べた動画の方に切り替えます。Hold on. Yeah? The OSS is looking for me. Look, I'm no longer an agent. I can't help you. Whatever it is, it's your problem. Leave me alone! はい、マグつけてみましたけれども、今回はこの M の発音、また M の発音、M の発音、P の発音、P の発音、そして最後 V の発音ですね。で、これら全部口がきれいに閉じられているので、ここに関してはクリアだと私は思ってます。で、最後の V の発音なんですけど、本来 V って舌を歯で噛むような形で発音するんですけれども、角度によったりとか、もう喋り方によっては口が閉じているように見えるので、今回はこういう表現でもバッチリだと思います。そして顎の動きに関しては、これはセリフは I'm no longer an agentっていう風に言い方をしてるんですね。私はもうその組織のエージェントでも何でもないんだと。で、その時の No longer an agent、 ここの顎の動きを注目してみると、233コマ目から241コマ目まで I'm no longer って言ってるところなんですが、顎が動いてないのがはっきりわかると思いますが、でもリファレンス動画の方では236フレームで1回開いた口が
239では若干閉じる。で、agent。ここでも若干めくるような動きを見せながら agent っていう顎の運び方をしているので、やっぱり実際に発音してみると顎がもう少し動いてるなっていうのがわかると思います。この単に1-0の引き合いではなくて、その間のグラデーションが細かく緻密に組み上げられてるかってところに注目すると良いと思います。では2つ目のポイントです。2つ目のポイントは母音が伝わってくるかどうか。母音っていうのは日本語でもあ、い、う、え、お、この5つですけれども、これは英語も同じであ、え、い、お、うと言いますが、ちょっと順番は変わるものの同じものが母音として、捉えられています。なぜ母音が大事なのかというと、喋ってる時は基本的に子音と母音の組み合わせで私たちは喋っています。あーと言っても、かーと言っても、たーと言っても、口の形は実は最後にはあの形に収束しているんですね。それも同じようにい、お、う、これも全部基本的には同じです。なので映像で見ただけであ、い、う、え、お、この口が伝わってくるか、その上で子音を付け足すことによって音声がなくても声が伝わってくるアニメーションになってくると。じゃあその母音をチェックしてみたので見ていこうと思います。ここからいきます。う、あい、お、お、え、あい、あ、うっていう形ですね。ややこしいのがあなのかえなのか、この口のシェイプの違いだったり、うなのかおなのかで、こういう細かい違いもあるんですけど、ここのアニメーションの中ではこのわずかな違いもはっきりと伝わるような工夫がされていたので、これもとても良いと思います。じゃあこのリップシンクに関しては具体的にどこを重点的にレベルアップしていけばいいのかっていうと、それが今回の3つ目のコツになります。その3つ目のコツというのは、実は口角ってあんまり動かない。体全身もちろん筋肉によって動いてるわけなんですけれども、顔においては非常に複雑に入りくねった筋肉が表情を動かしています。一つの簡単な考え方として、顔の上と顔の下それぞれの半分を一つのパーツとして、例えば口角が動いたらちょっと小鼻のあたりも引っ張られるとか、頬もちょっと上がるよねとか、笑った時には口角がぐーっと上がると同時にまぶたもちょっと上がるよねみたいな、この下半分の動きと、びっくりした時に眉毛がぐって上に上がるのは、実は眉毛自体が動いているというよりは、ここのおでこの筋肉が収縮することによって眉毛が引っ張られているので、だから上まぶたも一緒に引っ張られるよねっていう、なんかそういったある塊の中でどう連鎖しているのかというふうに考えるのが適切かと思います。そう考えた時に、この口角を動かすっていうのは、この顔の下半分の筋肉をかなり大きく動かすことになるので、これをね頻繁に広げたり、そしてこう収縮したり、広げたり収縮したり、これはね難しいんですよね。でこれもね面白い例を持ってきました。かなりエクストリームな表情をしてくれるコメディアンをですね、ジャパンから、見つけてきましたので、その映像をご覧ください。はい、皆さんご存知のサンシャイン池崎さんがなんと通訳の方を携えてですね、2人でネタをやるっていうところなんですけど、なんと同じテンションで日本語とそして英語とそれぞれのネイティブが演じてくれて、それを比較できるという結構ありがたい映像だったりしたんですね。で今回はそれを口だけに注目して見ていこうと思います。空前絶後の超絶怒涛のピン芸人 I am the unprecedented transcendentally powerful solo comedian。 はい、これだけエクストリームに顔の筋肉をギュッと使うような表情において、口角がどう動いているのかというと、サンシャイン池崎さんの方は口角が行ったり来たり広がったり収縮したりを繰り返しています。ただこちらの外国人の方の方を見ると、実は口角の位置ってほとんど動いてないんですね。でこれはなぜかというと、こんな風にですね、サンシャイン池崎さんの場合は口角が開く時と口角が収縮する時では表情が大きく違うのが見えると思います。この O のエクストリームな口から
E のエクストリームな口になるまではこのように多彩に表情が変化していってる。でこれは顔の下半分だけじゃなくて顔の上半分、目から上のパーツも全部ですね、表情が変わってるのがわかると思います。サンシャイン池崎さんは非常に表情豊かにこのセリフを言われています。それに対してこちらの左側、この外国人の方の表情っていうのは実はほとんど変わってないんですね。この顔の上半分だけを見てみてください。ここからも分かるように口角が大きく開いたり大きく収縮したりするには顔全体の筋肉の強い連鎖が必要ということは、声のトーンだったり言っている物事が口角を引っ張るんではなくて顔全体にまで及ぶような表情の変化がこの口角の開く収縮するこの動きにつながってるっていうことなんです。で今回のこのアニメーションに戻っていきますと Look Yo Yo と I'm no longer an agent。 ここもアニメーションの中では口角が開いたり収縮したりを繰り返していますが、リファレンスの方を見るとそんなに対して口角動いてないのが伝わってくると思います。その時にアニメーションの方を見ると顔の上半分は今度はあんまり動いてないですよね。 Look この眉毛をしかめたこの上半分の表情をベースとして I'm no longer an agent 最後までこのセリフを言い切るまではこの上半分があまり動いてないのに口角が行ったり来たりしてしまっているので全体としてはミスマッチになってるんじゃないかなと感じてしまいます。こういう形で口角に合わせてそこに顔全体の表情がマッチして感情を表現するというところを一つ心がけるとリップシンクもさらにより伝わりやすいものになると思います。そしてですね、全体的なリップのタイミングについてなんですけれども、今のタイミングのままでももちろん伝わりますが、もう2フレーム全体的に前にずらすということも可能なのではないかなというふうに私は考えています。前の中でリップを作業しているとですね、こう喋っているとタイムスライダーを動かすじゃないですか。すると音がやっぱり聞こえますよね。この音の波形も見れるし、Yeah 今 Yeah って聞こえてきました。Yeahでこの音が聞こえた時に、口の形を作っていって、アニメーションを進めていくんですけれども、ほとんどの場合口の形って一瞬先にできてるんですね。人間が喋る時も、ギターをまるで鳴らすのと同じ感覚で弦を正しく押さえてから弾かないと音が綺麗には出ないんですね。人間の声も同じ。人は自由に今でも話してますけれども、勝手にですねコンマ数秒わずかに早く自分の発音したい形の口の形になっちゃってるんです。実写映画の中でも映像を取り込んでそれを音の波形を見ながらですね見ていくと、実は2フレーム早くですね口が動いているっていうのが伝わってきます。実際に見ていこうと思います。 You're not one of my students, are you? He's a little weird. I'm MJ. ではこの映像が仮に2フレーム早く口の形が作られた映像だと仮定した時に、映像だけ2フレーム後ろにずらすとどう見えるのかっていうのを比較していこうと思います。 You're not one of my students, are you? He's a little weird. I'm MJ. どっちも合ってる気がするけどなって分かんなくなってくるんですけど、これを4分の1倍速にしてみましょう。で特に MJ が言ってるセリフが分かりやすいのでここ切り取ります。 I'm MJ と言ってる音なんですが、ここを聞いてみましょう。 I'm MJ. I'm MJ. I'm MJ. こうして聞くとどっちの方がタイミングがマッチして見えるかというと、やっぱ不思議と2フレーム遅らせた方が音の出だしと口の形がマッチしているように見えちゃうんです。でこのテクニックっていうのは実は秘密でも何でもなくてですね、すでに多くの映像作品の中で当たり前のように取り入れられているテクニックです。でいろんな映像をちょっとピックアップして、これもオリジナルのバージョン、そして2フレームずらして遅らせたバージョン、この2つを用意してみたのでこれも見ていこうと思います。I can help. You're not ready. I told you to stay away. And cold.
refuse to answer that. I'm from another dimension. I mean, another dimension. I can help. You're not ready. Please. I told you to stay away! Protect the family. The cult. I refuse to answer that. Cool. I'm from another dimension. I mean, another dimension. そして最後にですね、皆さんにお伝えしたいのが、リップシンクに基本的にこれしかないという正解はありません。いろんなキャラクターがいて、そのキャラクターが同じことを喋っても、その口の形はそれぞれの性格だったり状況だったり、いろんなものに依存して変化していきます。で、これも YouTube で一つ面白い例を見たんですけれども、ある YouTuber の方がまた別のある方を真似してですね、全く同じタイミングで全く同じことを、しかも全く同じトーンで、なんだったら格好まで寄せて言ってるんですね。この2人の口の違いについても見ていければなと思います。ただ動きについてはすごい参考になるんですが、言ってる内容は多分ちょっと不適切なこと言ってるのかなっていう部分がありますので、そこは P をかけています。Let's go to heaven in the morning party Galaxy version Alphaフェニックスインフィニティドラゴニックスープパスタコングラチョレーショニングダイナソーセンタービコーズクリニック。はい、ちょっと変なお手本だったかもしれないですけど、でもこれも非常に面白い参考だなと思ったので紹介させていただきました。ちなみに口の口角が、動いた時にはそれに伴って顔の表情も全体的に変わるというお話をしましたけれども、今回の例ではこの上半分を見るとほぼ表情はずっと変わってないんだけれども、オリジナルの方かな、画面右側の方は口角がめちゃめちゃ動いてるんですね。で、この時の小鼻、ここに注目してみてください。Let's go to heaven in the morning party Galaxy version Alpha フェニックスインフィニティドラゴニックスープパスタコングラチョレーショニングダイナソーセンタービコーズクリニック。あ、こういう表情の動かし方もあるんだなと。そして筋肉ってこう連動して、皮膚が引っ張られて、顔の表情ってどことどこが一緒に動くんだなっていう、またこれも一つね、大きな学びになりました。顔の表情を作るっていうのはとっても繊細なことです。1ミリ、それ以下、ほんのわずかにまぶたの開き方が違うだけで、その表情は違うものに見えます。眉毛もそう、口角もそう。だからこそこの細やかな筋肉の動きっていうのは、いろんな映像作品の中でいろんな人の顔を見て研究していく必要がある、とっても難しい分野だと私は思ってます。そんな中でも今回送っていただいたリップはもうすでに完成度が高いものでした。でも音を消した時に声が聞こえてくるかというと、もう一歩できるところがあるなと。なので今回は特に3つ目、口角が動かしすぎてるかどうか、そして最後にはタイミング、これをもう少し詰めていけば自然と声が聞こえてくるようになると思います。私のチャンネルではこうして X で送っていただいたアニメーションを公開レビューさせていただいております。概要欄に X のアカウントのリンクも貼っておりますので、もしご興味ある方は私に DM いただければと思います。以上、アニメーターの星でした。